無駄を省いて業務効率を最大化する、成果を最大化するために重要な一つであると。何がどこにあるかを明確に書くんですね。こんにちは、モンジです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、本日もよろしくお願いします。お願いします。本日も前回に引き続きビジネススキル、ビジネスマナーについてちょっとお伺いしたいんですが、本日のテーマがですね、整理整頓。僕の一番苦手な言葉ですね。この整理整頓について今回は深掘っていただければと思いますが。はい。いわゆる 5S？ 5S？ 聞いたことないですか？はい。5S っていうのはですね、仕事環境を整え、効率的に業務を進めるための手法、5つの要素で構成されてるんですけど、1つ目が整理。整理。わかると思うんですけどね、不要なものを取り除いて、必要最小限のものだけ残すみたいな。2つ目が整頓。必要なものをすぐに取り出せるように配置する。3つ目が清掃。清潔な状態を維持し、道具や環境を適切に管理すると。4が清潔。整理整頓清掃を継続的に維持するみたいな。で、5番目がしつけ。ルールを守る習慣をやっぱ定着させること。全部頭文字 S なんで、5S とよく本を開けばありますね。5S すごい大事だなと僕も思うんですけど、単にこの整理整頓し清掃し清潔を保ってっていうと、要は職場をきれいにすることみたいな感じの感覚になる人がいるんですけど、これはですね、やっぱ無駄を省いて業務効率を最大化する、こういう目的でやっぱりこういうのあるんですよね。なんで結論としては、個人ももちろんなんですけど、仕事や会社、チームとかにとって 5S っていうのは成果を最大化するために重要な一つであると。整理整頓なくして多分うまくはいかないと思いますと。とにかく売り上げだとか、営業取ってくるぞっつってオフェンスみたいなことをガンガンやることも大事なんですけど、意外とこの整理整頓 5S みたいなディフェンスというか管理をちゃんとすることによってこんなにも利益変わるんだみたいなことってやっぱよくありますよ。そうですか。よく個人でもいるじゃないですか。男性特にね、統計的にやっぱ割合多いですけど、だらしない人。すごい営業取ってくるけど、だらしない人ってよくいるんですよ。やっぱマイナスがあるんですよね。めちゃめちゃ営業で受注してきます。プラス10。だけど整理整頓めちゃめちゃ苦手です。マイナス5みたいな。でもこれ整理整頓できたら、このプラスがプラス15ぐらいなんですよ。なるほど。だから今まではプラスが10、マイナス5で5じゃん。なってたのが、受注もできて整理整頓とかもできると、これ15とかになってするんですよ、結果。最低でもマイナス5なくなりますよね。だから大事ですよ。言葉の通りですけど、整理っていうものは、必要なもの、不要なものの判断をして、不要なものを捨てておくわけですよね。僕結構何事も捨てることから始めることが多くて、やることいっぱいですとか、仕事がいっぱいですってなったら、第一にまず捨てるものを決めるんですよ。やらないこと。仕事も多分、皆さんどの立場においても多分そういうことあると思うんですよね。やらなきゃと思ってることがめちゃめちゃ溜まってきたり、家でもそうじゃないですか。家のものがいっぱいになってきたと。最初に考えるのは捨てることですよ、やること。特に掃除とか家の片付けってすごい例に出すんですけど、まず物がある状態で片付けられないじゃんと。物を減らさないといけないんだと。だから最初にやるべきことは捨てることですと。捨てる。整理って言ってる最初は捨てることなんですよ。整頓っていうのは何がどこにあるかを明確に書くんですね。僕も性格的にも最初からこれがすごい身についてて、笑っちゃう話ですけど、自分の机があったとしたら、どこに何があるか全部把握してる状態。例えばじゃあホチキス使おうと思ったら、はい、ホチキスここね、みたいな。ボールペン、はい、ここ、みたいな。赤ペンここ、みたいな。メモ帳ここ、みたいな。付箋ここ、みたいな。決まってる状態ですよね。すぐ取り出せる状態。ということは毎回そうしてなきゃいけないんで。でもこれもすごく重要で、仕事の中においてとか、例えばファイルを探すとか、使うものを探すにどれぐらい時間使ってるかっていう統計を取ってたりとかしてニュースとかあるんですけど、びっくりするぐらい使ってますよ。一つのファイルを探すのに。
いや、だから一日の仕事の中で、ファイルを探す。使うものを探す。こういう探す行為。で、めちゃめちゃ時間使ってるんですよね。自分一人だったら、例えば8時間働いてるうちの、何気ない1分、2分、3分の積み重ねで、1時間ぐらい使ってる人もいるんですよ。もっと使ってる人もいる。でも、これ、例えば、それかける1万人いたらどうなりますかみたいな。仮に100人だったとしても、1日1人が平均で30分そこに時間を使ってる。そしたら、単純に100人いたら、それが3000分じゃないですか。3000分っていうと、50時間ですよね。100人いたらこれ1日50時間も出してると。かける20日だったら、1000時間も出してる。いや、とんでもない時間です。1000時間って言ったら、何人働けんのみたいな。確かに。話になるわけですよ。少なからずとも5、6人働きますよね。確かに。インパクト大きいんですね。整理、整頓ということは、やっぱりその決まった場所に決まったものがあるというふうにするってことですよね。あと清掃。清掃って言うとみんな分かってるよってなりますけど、意外とやっぱできてないことが多いので、清掃する意味、目的、すぐ異常に気づくんですよ。異常に気づく。例えばどういった僕よく会社ではアラートって言ってますけど、例えば綺麗にすることによって、ゴミが1個落ちてたらすぐ気づくんですよ。みたいな話と一緒で、汚かったらゴミが1個増えてもみんな気になるんですよ。僕らなんかで言うとトラックとかもそうですね。新車を買って綺麗なトラックの場合、ちょっとでも傷つけたらすぐわかるんですよ。そうですね。でも汚いトラックとか、使い古したトラックとか、傷だらけのトラックはみんな気づかないです。言わなくなるんです、みんな。言わなくなるんですか？だってこれぐらいみんなついてるから、この傷をちょっとつけたところで言ったところで何もないから。でも新車のトラックに初めて傷つけた人は絶対報告してくるわけですよ。本当にオフィスも汚ければ、誰もそれ以上汚くしても大事なものをしてても気づかない。でも綺麗だったらゴミが1個落ちてるだけで、やっぱ気づくし、拾う人が出てくるわけですよね。清掃するっていうのはすごく大事で、清潔に保つだけじゃなくて、異常とかアラートを発見することになって、それがやっぱり大きな事故を防ぐのにつながったりとか、大事になる前に小さいことでこうすぐ気づいて済むっていうパターンが多いですよね。なるほど。清潔？これはまあ先ほども申し上げた通り、その名の通りですけど、やっぱ整理、整頓、清掃されている状態を保っていることが清潔だぞ。しつけ？これなんかちょっと違う種類が一個来たなといつも思うんですけど、でもやっぱりこの習慣を組織文化として定着させる。これに伴うルールって多分いろいろできるんですよ、結局ね。例えば整理する、もしかしたらルールとか、整頓するルール。これ、例えば2人以上で共同で使うものとかをさっきの整頓の概念からすると、2人ともちゃんと理解して、1人自分だけじゃないから。他人も使うからちゃんと置いとかないといけないよね、みたいな。だからこうやりましょうというルールがね、できてきたりとか、そのルールをやっぱりちゃんと守る習慣をしつけする。しつけするってなんか嫌なイメージが出ちゃうけど、とにかくそのルールを守る習慣を定着させるというのがしつけであると。なるほど。これ統計的にですけど、みんながそうだとは言えないんですけど、例えばよく社会に出ると、若いからしょうがないとか、若いから仕事が雑だとかって結構あるんですよ。よく言う話とか、うちの会社でもやっぱ少なからず統計的に見てると、個人差ありますけどやっぱあるなと思うんですよね。年齢重ねた人の方がやっぱ仕事をすごいしっかりやる。スピードと量と質みたいな感じでいくと、若い人は量ができるけど、質がちょっと生だな、みたいな。年齢いった人は質は高いけど、ちょっと、まあね、量が、スピードがとかってなるんですけど、どっちがいい悪いもなくて、でもなんでこうなるのかなって思った時に、年を重ねた、要は経験がある人、経験とか知識になってる人が、質の大切さというか、OS をやることの方が、やらないことで損した経験とか、被害を被った経験がやっぱあったりとかして、やっぱ知識経験重ねてくると、こういう細かいことをちゃんとやるっていう傾向に行きがちなんですよね。でも僕はこれ逆手にとったら、若くて量はできる。スピードも速い。でも質が低いって言われないように、ここを高めていけば、質も量も高いじゃんっていう結果を出せるよねって思ったわけですよ。確かに。じゃあ質ってなんだって考えたときに、まずこの質を高めるために最初は、全てにおいてやっぱこの 5S をやると。5S をやる。これ 5S を徹底できてくると、これは仕事に生きてくるんで、生産性がものすごく上がりますし、ストレスも減りますよね。不要なものが減ったりスムーズに仕事できるんで。そっか。集中力も割と上がりますし、
結果やっぱいろんなものがこう、見えないところからこう、ちゃんとこう、業績につながってくる。自分の結果につながってきますよね。よく家が汚い人は自分のデスク周りも汚いとか言うじゃないですか。そうですね。だから、先ほど言ったように、汚いから仕事ができないかって言われると、全てがイコールではないんですけど、僕から言わせてもらうと、もっと成果出せるとか、ロスしてる。ですよね。すごいオフェンスが強い人で、やっぱだらしない人いっぱいいるんですけど、オフェンスが強すぎて、だらしなくても OK にされてる人もいるんですよ。でも、そう、強いて言いたいのは、そのだらしないをきちっとするに直したらもっと成果出るし、ロスなくなりますよっていうことを、いつも言ってますよね。なるほど。ありがとうございます。具体的な実践方法としては、ちょっと何個かだけ挙げると、机とかオフィスの整理ですよね。最近で言うとパソコンの整理ですよ。まず自分の机。これはやっぱ、いらないものを捨てて、必要最小限にして、で、どこに何があるかはっきりもう分かってるような状態にする。この状態を保つことをまずやると。なるほど。で、あとはパソコンですね。デスクトップが汚い人とか。汚いですね、僕デスクトップは。まずいらないもの捨てて、同じですよ。捨てて、最小限にして、その状態を保つことを意識する。でも、僕もそうは言いつつも、溜まっちゃうことあるんですよ。なんでやっぱりこう、捨てる時間を結構大事にしますよね。なるほど。何をするか最初には捨てるんだと。最初に捨てる。そうですね。だからメールもそうです。メールも僕は、なるべく重要でないメールは来ないようにしますけど、一回来て迷惑だなと思ったらすぐ迷惑メール登録とか、なるほど。メルマガ解除とか、速攻消しますし。だからいつも溜まりすぎたら消すとこから始めて、なんなら消すルールありますよね。何も見ずに消すルールみたいな自分の中でルールが。こういうものはもう見ずに消す。なるほど、なるほど。こういうものは逆にちょっと残すみたいな。見て、必要かなは消すみたいな。もしくは既読にしてすぐスルーする。なるほど、なるほど。そんなことを、だから、こう、リアルでもデジタルでも、それが仕事になってくるんで、仕事でもできるようになってくるんで、まとめると、5S5S とか、そういったのは単なる整理整頓ではないよと。個人、企業、チームとか生産性や業績に直結する重要な活動ですよと。環境を整えて仕事の流れ最適化して、無駄を省いて、業務効率の向上して、ストレスの軽減や職場の安全性の向上にもつながりますし、なのでやっぱりこう、OS をやっぱ継続的に実践して、自分自身としてですね、定着させることがかなり重要であると思います。経営者の方とかビジネスマンならわかりますけど、トヨタ、ね、車のトヨタですよね。有名な改善みたいな言葉があるんですよ。でも本質も全部 5S ですよね。先ほど言った通り、一人ですよ。従業員一人が1日で仮に1分無駄をしてたとしても、それ1万人いたらどうなりますと。1日1万分ですよと。これ20日あったら20万分ですよと。いかに無駄を消すかということは結局、じゃあ何をやればいいのって本質はやっぱ 5S の徹底なんですよね。なるほど。ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになっています。この動画が気に入った方は、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。